これはうちの親父が知り合いから聞いた話なんだけどな。その知り合いというのがとある出版社に勤めてる人で、仮に Y さんとしようか。ある日その Y さんが住んでるボロアパートのポストに1枚のチラシが入っていた。それは新築アパートの宣伝のチラシだった。読んでみると間取りはいい。仕事先に通うのも今のアパートより近い。冷やかし半分に奥さんと一緒に物件を見に行くと、そこは新築だけあってとても綺麗な部屋だった。 Y さんは考えた。家賃は今より高くなるけど、最近仕事も波に乗ってきて多少の金額なら払っていける。むしろ仕事の能率が上がるなら今よりプラスになるだろう。ここらで安いだけのオンボロアパートに見切りをつけてそろそろ引っ越してみようか。 Y さんは奥さんと相談するとすぐに引っ越しをした。新居は実に住みやすかった。防音もしっかりして明るい。仕事先にも近くなった。夜も静かでゆっくり寝られるし、仕事の効率も上がる。いいことずくめだ。そして平和に3ヶ月ほど住んだある日、 Y さんのお父さんがそのアパートに泊まりに来たんだ。仕事が終わって奥さんの手料理食べて新品の綺麗なお風呂に入って、まだ買い替えてない前のアパートで使っていた小さなテレビでサッカー見て、お前いいところに越したな。嫁の次は子供だな。そんなたわいもない話をして、そろそろ寝ようかなんて言ってた時、ふとそのお父さんが物音に気づいたんだ。おい、あれ揺れてないか？そう言われて見てみると、部屋と部屋の間の鴨居っていうのか、敷居みたいなところの上にハンガーを吊り下げてあってね。まだ家財道具が揃ってないから間に合わせにそんなところに服を吊るしてたんだな。鴨居にシャツをかけたハンガーを3つぶら下げていた。そのハンガーの真ん中の1つだけがカタ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 と音を立てて揺れてるんだ。揺れてるのはその1つだけで、隣の2つは揺れていない。なんだろう、工事の振動かなと思ったけど、こんな夜中に工事はしていない。上の階かなと思ったけど、いや、まだ上は誰も住んでいなくて空き部屋のままだ。変だなと思っていると、机の上に、この Y さんというのは趣味でプラモデルを作っていてね、色を塗るのに塗料と筆を洗うシンナーの瓶が置いてあったんだけど、その瓶の1本だけがチャポチャポと音を立てて波打ってるんだ。地震にしてはおかしい。試しに玄関を出てみても部屋の外は揺れている様子はない。なんだろう、不思議だな。そう思って Y さんが部屋に戻ったその時、玄関に置いてあった鏡の中にちら白い影が。Y さんは気味悪く思った。いや待て、そんなはずはない。目の錯覚だ。今日はお父さんと少し飲んだから酔ってるのかもしれない。 Y さんはそう思い込むと、お父さんと奥さんには何も言わずに寝ることにした。でもそれは始まりだったんだ。その日からいろいろなことが起きた。 Y さんが夜中に寝ていると、突然全ての電化製品の電源が入るんだ。見てるテレビやステレオの音がいきなり最大になったり、どこからも着信していないのに突然ファックスが動き出して延々と白い紙を吐き出す。窓の外では風も吹いていないのに金属製の物干し竿がガタガタっと音を立てて揺れる。チェストには奥さんが鉢植えを何個か飾ってあって、その手前にプラモデルを飾っていたが、 Y さんと奥さんが旅行に行って帰ってくると、そのプラモデルを飛び越して鉢植えだけが床に落ちている。
自宅で色指定の作業をしていると、机に散らばっているマーカーを押しのけて、遠くの一本のマーカーだけがコロ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 転がってくる。ティッシュを捨てようとしたらゴミ箱が動く。ある日、猫を胸に乗せて寝転がっていると、猫が何もない空中の何かを目で追っている。猫は人に見えないものが見えるなんて言うから、もしかしたらと思ってよく見ると、猫の目に白い影が横切るのが映って、それを見た Y さんは玄関の鏡に映っていた白い影を思い出した。あれは目の錯覚じゃなかったのか？本当に何かいるのか？この部屋に何か因縁があるのかと思ったが、新築だ。前に住んでいた住人が死んだとかいうわけではない。仕事のストレスかなんかかというと、奥さんと二人して同じ幻覚を見るわけがない。だとしたら、そんなある晩、当時付き合いのあった編集さんから近所まで来てるって電話があった。ちょうどその編集さんが担当している女性漫画家さんが一緒で、その人を連れて遊びに行きたいって言うんだ。ああ、いいですよ。ぜひいらしてください。その女性漫画家さんの名前は知っていたけど、まだ面識はない。仕事につながればと、ぜひ紹介してもらおうと思ったけど、約束の時間を過ぎても訪れる様子はない。どうしたんだろう。道に迷ったのかな。編集さんはうちに何度も来ているから迷うはずはないだろう。携帯にかけてみようか。そう思っていたら、ピンポーン。呼び鈴が鳴る。扉を開けると、そこにいたのは編集さん一人だった。あれ、女性漫画家さんがご一緒では？と尋ねると、いやー、と歯切れが悪い。いや、そこまで来てはいるんですけどね。玄関を出てみると、ずーっと向こう、遠く廊下の一番端に、女性の人影がポツンと一人立っていた。あの方ですか？ええ、そうです。要領を得ないので、靴を履くとアパートを縦断して、廊下の端までその女性漫画家さんを呼びに歩いていった。どうも、はじめまして。と挨拶をしてみる。でも、何も答えてくれない。内気な方なのかなと思い、さ、どうぞ遠慮なさらずに。と促すと、その女性漫画家さんはいきなり、あなた分かってるんでしょと叫んだ。驚いたね。何のことです？と尋ねると、私、あの部屋には行けないと拒むんだ。そしてまた、分かってるんでしょ？どうして知らないふりしてるの？早く引っ越した方がいい。女性漫画家さんはそう言い残すと、すぐさま立ち去った。編集さんも、後で連絡しますから、と言って、その女性漫画家さんを追って帰っていった。それまではストレスによる幻覚だと自分をごまかしていたけど、初めて会った人に言われて決心し、そこからずっと離れたところを探して引っ越しをした。引っ越してからはもう何も起こっていない。今でもたまにそのアパートの前を通ることがあるけど、いつもその部屋だけ雨戸が閉まっている。おい、リアクションなしかよ。階段に拍手かよ。だっていきなり重いんだもん。もう少しライトな階段期待したのに。ライトな階段ってなんだよ。もっとキャーって言えるようなやつやってくださいよ。それって階段じゃなくてお化け屋敷じゃない？気分だけ落ち込んでもイベント発生しないし、フラグも立たないでしょ。お化け屋敷的でいいのよ、裏飯屋で。今日の階段デー自体がイベントなんじゃないの？この無邪気さが裏飯屋。文句あんならお前やれよ。そうだよ、お手本見せてよ。しょうがないわね。じゃあ私の聞いた話やるか。どうなの？